皆様こんにちは、セリナです。今回は現在一部店舗や公式オンラインブティックで先行発売中で、11月3日から全国発売をするディオールのクリスマスコレクション2022アトリエオブドリームズよりサンククルールクチュールの359コスミックアイズ、589のギャラクティック、ディオールスキンルージュブラッシュの556コスミックコーラル、826ギャラクティックレッド、そしてディオールアディクトリップケースのメタリックゴールドとディオールアディクトリップスティックの680ローズフォーチュンをご紹介していきます。毎年ホリデーコレクションもかなり話題のディオールですが、今年は両方のパレットにブラックのカラーがセットされていたりと、一見使い方が難しそうかなと思われる方も多いと思いますが、今回もそれぞれのアイシャドウの単色塗りをお見せした後にメイクパターンもご紹介していきますので、少しでも参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他のブランドのクリスマスコフレやサブチャンネルではクリスマスコフレの別の使い方や似ているアイシャドウとの比較などもしておりますので、気になっている方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ディオールクリスマスコレクション2022アトリエオブドリームズ。今年はホリデーシーズンを祝してディオールメイクアップクリエイティブイメージディレクターのピーター・フィリップスは星のようにきらめくビューティールックを提案。幻想的な星座と花々が散りばめられ神秘的な輝きを放ちますというコレクションです。今シーズン幻想的な星座と花々がデザインされたサンククルールクチュールからは2つの数秒限定ハーモニーで登場します。星屑を想起させるゴールドトーンのコスミックアイとギャラクティックが目元を華やかに彩ります。ということで539コスミックアイズはサテンカラーを中心にカシミヤベージュ、ゴールドブロンズ、きらめくゴールド、メタリックブロンズ、ゴールドを帯びたベルベットブラックのハーモニー。589のギャラクティックはパーリーホワイト、ローズウッド、メタリックシルバー、ゴールドがきらめくワインレッド、シルバーを帯びたベルベットブラックのハーモニー。そして華やかなホリデールックの装いに星座のきらめきを思わすメタリックゴールドのケースをまとったディオールアディクトリップスティックとまばゆい星座と花々が描かれたルージュブラッシュも登場します。ディオールアディクトリップスティックケースはメタリックゴールド、鏡のように反射するゴールドケース。ディオールアディクトリップスティックからは4色の限定カラーが登場しましたが、今回私は680のローズフォーチュン、ローズウッドのカラーをセレクトしました。そしてディオールスキンルージュブラッシュは556コスミックコーラル、明るい華やかなルミナスコーラルのカラーと826ギャラクティックレッド、ゴールドがきらめく濃密なバーガンディーレッドの2色が登場しています。それではサンククルールクチュールコスミックアイズからまずは単色塗りでカラーを見ていきます。今回特にこのパレットすごく可愛いなと思って楽しみにしていました。まず左上のカラーです。サテンカラーを中心にしているとのことで、どのカラーもこのパールの艶めきがすごく綺麗です。はい、1色目こんな感じでした。ディオールのサンククルールクチュールは他のブランドのアイシャドウと比較しても発色がしっかりめだと思いますが、今回の3区もいつも通り発色はしっかりめなのにサテンの質感で微細なパールを感じるので、カラーも楽しみつつまぶたに綺麗なツヤも出て単色でも可愛いですよね。少しくすみ感もあるカラーです。続いて右上のカラー、こちらもホリデーらしいゴールドカラーで
可愛いですね。1色目と同様、微細なパールとラメを感じるサテン質感ですが、カラーが明るいからか、こちらの方がよりラメの艶めきを感じます。はい、こんな感じでした。明るめのゴールド系のベースの上に、さらに明るいシャンパンゴールドのラメがきらめいています。1色目もすごく可愛いです。続いて中央のカラーです。上2色よりも粉質が軽くて伸びがいい感じがします。発色もナチュラルですね。はい、中央のカラーはこんな感じでした。かなり肌なじみのいい白っぽいクリームのようなカラーで、ラメもとても微細です。自然にツヤだけを与えてくれるようなカラーで、他のカラーと組み合わせて使いやすそうですね。続いて左下のカラー。こちらはメタリックブロンズというカラーです。少量塗っただけなのですが、かなり発色がいいですね。カラーの調整が難しいと感じる方は、ブラシ塗りがおすすめかもしれません。MAC のアイシャドウブラシでも塗ってみます。アイシャドウブラシで塗ると、透け感が楽しめますね。はい、こんな感じです。ガンメタルのようなグレー系のベースにシルバーのラメがチラチラと輝いていて、すごく可愛いです。伸びはいいタイプですが、発色がかなりいいのと、カラー自体に深みがあるので、まぶた全体に使いたいときは、ブラシを使った方が透け感も楽しめて可愛いかなと思います。シメールとして使いたい場合は、指でしっかり発色させても可愛いと思います。最後、右下です。ゴールドを帯びたベルベットブラックのハーモニーということで、パレットで見た時もブラックの上にゴールドのラメが散りばめられているのがすごく可愛いなと思ったのですが、今指で軽く取って薄く塗ってみるとこんな感じで意外とふんわりとした発色なので、少量ずつ塗っていけば指塗りでも全然問題なく使えますね。この隣に塗っているグレーカラーの方がしっとりとしていたので、ブラックと比較するとこちらの方が発色は良かったです。もう少ししっかり発色させてみます。しっかり取ったらこのくらいカラーをつけることもできるので、柔らかい粉質でカラー調整がしやすいタイプですね。ブラシでも塗ってみたいと思います。ブラシで塗ると指塗りよりもラメが乗る感じがしますね。はい、最後のブラックのカラーはこんな感じでした。しっかりと重ねていくと反対側に塗っているグレーカラーよりも発色させることもできますが、粉質がふんわりとしているのでカラーの調整がしやすかったなと思います。ブラシでしっかり塗っていくとゴールドのラメも見えてきて可愛いです。ではここからはコスミックアイズ全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左上のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。やはり今回このサテン質感なのですごく塗りやすいですよね。そのままディオールのバックステージアイシャドウブラシ S にも取って下まぶた全体にも発色させていきます。少しくすみ感もあるので明るくなりすぎなくて下まぶたも引き締めてくれて可愛いです。続いて左下のカラーを MAC のアイシャドウブラシに取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。ブラシに取ったものを手の甲で調整しながら薄く重ねていきます。この2色の組み合わせもくすみ感があって可愛いですよね。
両方ともサテンの艶を感じるので、重ねても濃くなりすぎなくて艶で綺麗にぼけてくれます。重ねるとよりこのツヤ感が増して綺麗ですよね。続いて右下のカラーをディオールのアイシャドウブラシにとって上まぶたの目尻3分の1に締め色として塗っていきます。ブラックもふんわりとぼけてくれるので、ブラシで塗れば全然濃くなりすぎることもなく、ブラウンカラーなどの代わりの締め色として使いやすいです。ブラックで締めると一気に大人っぽい表情に見えて素敵ですよね。ベースにメタリックカラーでグラデーションを作っているので、ブラックが濃く発色しすぎなくて使いやすいです。続いて中央のカラーをブラシにとって上まぶたの目頭、くの字に明るさを出していきます。最後に右上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にコードを重ねていきます。本当に今回ツヤが綺麗ですよね。はい、全色を使ったメイクが完成しました。今回このブラックをどう使おうと悩まれた方も多いんじゃないかなと思いますが、結構しっかり何度かブラックを発色させてみましたが、サテンの質感で構成されているパレットだったので、ブラックも綺麗に馴染んでくれて、濃く発色しすぎることもなく、今回のパレット使いやすいんじゃないかなと思いました。サテンの艶めきの効果で立体感も出してくれます。今回は5色全てを重ねましたが、サテン質感のいずれかをメインにしてブラックで締めるなどの簡単なメイク方法でもすごく可愛いんじゃないかなと思います。続いては589ギャラクティックです。まずは単色塗りしていきます。1色目、左のカラーは、1色目はローズウッドというカラーですね。こちらは359のパレットと比較すると、そこまでサテンっぽい感じではなくて、発色もナチュラルで、粉質も軽いタイプです。パレット上で見るよりも意外と明るいピンク系のカラーですね。はい、1色目こんな感じです。パレット上で見るとくすみ系のカラーなのかなと思いましたが、まぶたの上にのせるとくすみ要素もありますが、明るめのピンクのラメがメタリックっぽく輝く感じがするので、意外と明るいイメージに仕上がりました。続いて右上のカラーです。こちらはメタリックシルバーというカラーです。こちらもやはり粉質が軽くて伸びがいいですね。はい、こんな感じです。メタリックシルバーというカラーですが、少しラベンダーっぽいニュアンスも感じるような明るめのシルバーカラーです。すごく絶妙で可愛いですね。続いて中央のカラー。こちらはパーリーホワイトというカラーです。一見どんな感じに発色するのかなと思うホワイトカラーですが、意外と透け感があるので、明るいシルバーみたいな感じで可愛いですね。こちらもすごく粉質が軽くて伸ばしやすいです。はい、真ん中のパーリーホワイト、こんな感じです。ホワイトのカラーがベタっとつくのかなという感じがしましたが、透け感があるような柔らかい発色に微細のラメが輝いているタイプなので、本当にパールのようなイメージに仕上がりますね。続いて左下のカラー。こちらはゴールドがきらめくワインレッドということで、発色がかなり
いいタイプです。指塗りだと少し色の調整が難しいかなという感じがします。発色がかなり濃いめだったので、ブラシでも塗ってみたいと思います。ブラシで塗るときも、ブラシについたカラーを調整しながら塗っていった方がいいくらい、かなりしっかりとした発色ですね。上の3色がサンクルルクチュールにしてはナチュラルな発色だったので、上の3色と同じような感じで塗ると濃くなりすぎてしまうので注意です。ブラシを使えばふんわりと発色させることもできますね。はい、ワインレッドはこんな感じです。ブラシで発色させると柔らかいワインレッドカラーという感じで、ゴールドのラメはまぶたの上にのせてもあんまりわからないです。最後に右下のカラーです。こちらはシルバーを帯びたベルベットブラックのハーモニーということで、359に入っていたブラックのカラーとベースは同じでふんわりとしています。指で塗っても意外と濃くならずに調整しやすいところも似ていますね。ブラシでも塗ってみます。ブラシ塗りでも調整しやすいところも同じです。こちらにはシルバーのラメがちらちらと輝いているので、このパレットのピンクだったりワインレッドとの相性も良さそうですね。はい、最後のブラックはこんな感じでした。指塗りでもブラシ塗りでもカラーの調整がしやすくて、ふんわりと透け感が残るような発色も楽しめます。シルバーラメが効いているので、359のブラックカラーよりもより明るめに感じますね。では、589ギャラクティック全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず、中央のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。しっかりとホワイトで明るさが出ますが、カラーがベタっとつく感じではなかったので、ベースとしてもすごく使いやすいです。今回のパレット、絶妙な質感が多いですね。続いて右上のカラーを指に取って、先ほどホワイトを塗った上にさらに重ねていきます。このグレーもラベンダーにはそう感じるような絶妙カラーでしたが、ホワイトの上に重ねることでさらに柔らかく発色させていきます。アイシーなカラーに見えて可愛いですね。続いて左上のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。先にグレーを仕込んでいるので、パープルっぽいニュアンスに見えて、この組み合わせもすごく可愛いと思います。ディオールのバックステージアイシャドウブラシに左下のカラーを取って、上まぶたの目尻3分の1を締めていきます。ピンクカラーとの相性も良くて可愛いですよね。左上のカラーをバックのアイシャドウブラシに取って、下まぶた全体にカラーを発色させていきます。最後、右下のカラーをブラシに取って、上からブラックをかけていきます。はい、こんな感じで589のギャラクティック全色を使ったメイクが完成しました。今回のパレットはこの上の3色が明るくて発色も柔らかめだったので、今回は全色を使ったメイクをご紹介しましたが、この3色だけを組み合わせて柔らかい感じに仕上げたり、グレーとブラックを組み合わせたところに赤をプラスしたりなどのかっこいいメイクにも仕上げられるパレットだなと思いました。今回は上まぶたは明るめのカラーで仕上げましたが、下まぶたにブラックを入れることで柔らかさの中にもクールなイメージを足してみました。ディオールらしい華やかなイメージで素敵ですね。
続いてディオールスキンルージュブラシご紹介していきます。それぞれ左右にカラーを塗って比較してみたいと思います。まずこちら側に556のコスミックコーラル塗っていきます。明るい柔らかなルミナスコーラルということで、この質は軽くて一気にカラーがついてしまうこともなく塗りやすいですが、本当に明るいコーラル系で綺麗ですね。はい、何度かしっかりと重ねてみました。発色はすごくナチュラルなタイプなので、カラーの調整がしやすいのと、肌の上にのせると強いラメやパールは感じない軽い粉質なので、どんな質感のファンデーションにも組み合わせやすそうです。ホリデーコレクションでコーラル系のカラーって珍しいかなと思いますが、お顔がパッと明るく見えていいですね。では反対側に826ギャラクティックレッド塗っていきます。こちらはゴールドがきらめく濃密なバーガンディレッドというカラーで、556のコスミックレッドよりも発色がかなりいいです。はい、826ギャラクティックレッドはこんな感じです。パレットで見るともう少し深めになるカラーかなと思いましたが、実際に肌の上にのせてみると意外と明るめのカラーでした。チークはそれぞれ比較するとこんな感じでした。軽い質感や強いパールやラメ感を感じないところは似ていますが、コスミックコーラルの方が発色がナチュラルで、ギャラクティックレッドは発色もしっかりめでした。両方ともとても明るめのカラーです。はい、最後リップです。リップはアイシャドウのレビューの時から塗っていて、一度塗り直しをしましたが、通常のアディクトリップスティックと同様、滑らかで色持ちもいいタイプです。カラーは今回一番人気とのことだった680のローズフォーチュンをセレクトしました。青みを感じるようなローズカラーで、今回のアイメイクに待っていてすごく可愛いですよね。ホリデーコレクション限定色のアディクトリップスティックも前回のミレフィアリコレクションと同様リフィルの販売はなくて、こんな感じで通常のセット販売になっているので、限定のゴールドのケースにセットして使いたいという方はリフィル販売はないのでご注意ください。ゴールドのケースも一見シルバーと同じ感じに見えるのですが、少し特別感があってすごく可愛いんですよね。はい、ではこんな感じで現在先行発売中で11月3日から全国発売をするディオールのホリデーコレクションのアイシャドウとチーク、リップをご紹介していきました。今回のサンクルールクチュールは両方ともブラックがセットされていたり、パレットの見た目だと少し使いにくいんじゃないかなと思われている方も多かったと思いますが、実際に使ってみると359のコスミックアイズはステンの質感で馴染みが良くて、ブラックもふんわりとしていてカラー調整がしやすくてすごく可愛かったのと、859のギャラクティックは上の3色は通常のサンクルールクチュールよりもパウダーが軽めで発色がナチュラルで、カラー自体も明るめだったので、いろいろな組み合わせが楽しめるパレットだったなと思いました。カラーも意外と組み合わせると可愛かったので、気になっている方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。